で、ここで、その技ですね。この秘技が手に入ると、敵がちょっと柔らかくお豆腐になっていきますので、これをうまく使っていきます。これはね、コマンド的には、格ゲーのコマンドの入力と全く同じなので、いつもの五右衛門のようなコマンド入力、だから十字キーを入力した後に四角ボタンを押すではなく、十字キー入力の最後の右ですね。右キーと四角ボタンを同時に押すというような形で技が出ますので、そこ、お気をつけください。怪しい一家、コンボゲー。そう、格ゲーと思ってください。格闘ゲームのコマンドでアクションを進めていく作品です。よっ、こんな感じですね。コンビネーションという形で技を出すことというのも可能となってますので、戦い方というのが歴代の五右衛門インパクト戦と違ってインパクトを自由に動かすことというのが可能となっています。なので決められたフィールド内をインパクトと敵メカが縦横無尽に動き回り、そして戦っていくという感じですね。ただ残念ながらインパクトの技というのが先ほどキセルを手に持ってはいたんですが、キセルを振り回した攻撃等はありませんので、その辺がちょっと物足りないかなっていうのは、どうしてもね、百列パンチと、通常パンチ、そして、小判投げですね、小判弾であったり、こういう大技、画法なんかの技といった、5つぐらいしか技がないので、ちょっとね、戦闘が単調になりがちで、物足りなかったりはするのですが、これがエステティクスで、お顔のね、顔面がついた弾を撃ってきたりもしますし、怪しげドリルシュート。無敵と書いてるし、まさか負け入れなわけ。ちゃんとね、勝つことは可能です。無敵メカという感じでね、もう強そうではあるんですが、OK です。やはりドリルはドリルは強い。すごいわかるけど、俺もシナリオとフルボイスに一番惹かれたのもあるからな。そう、なんかね、いろいろ批判点はあるんですけれども、このゲームにしかない魅力っていうのもたくさんあるので、先ほどの、いつもとタイプの違う BGM であったり、先ほどのインパクト戦が縦横無尽に動き回ることのできるインパクト戦であったり、フルボイスであったりとか、で、格ゲーのようにね、コマンド入力で自由に戦うことができるっていうのであったりとか、本当従来の五右衛門にはない要素っていうのもたくさんあるんですよ。そこを良しとするか、ダメと言うてしまうかは、そのプレイヤー次第ではあるんですが、五右衛門シリーズってね、そもそもゲーム性が結構違うゲームがたくさんあったりもしたので、だから五右衛門といえば 2D じゃないとダメだってことは、そもそもなかったわけだから、これはこれで挑戦的な作品ですごくいいと思うんですよね。ただやっぱりちょっとあらが目立つかなっていうのが。で、さっきもね、コメントでもあったけど、64とプレステでね、比較するのもおかしな話だっていうのもありましたが、その64と比べるとやっぱり客層が、そもそもプレステってこの時代って格ゲーがすごい大きく派閥を持ってたりもしたので、格ゲー的なコマンドであったり、お笑い色が強い、そのやったもん勝ちみたいな感じのストーリーではない、ちゃんとしたストーリーというのも、プレステのプレイヤー、メインターゲット層にはしっかり合ってるんだよね。だから64と雰囲気が今までの五右衛門と雰囲気が違いすぎるっていうのは、ターゲット層売り方戦略的に考えると、当然じゃないっていうところはあるかなとは思います。当時水中でも宇宙でも活動できそう。いや、3人のインパクトの中でサスケインパクトの性能だけおかしいと思うんですよね。ちょっとこのインパクトだけ性能が高すぎる気はする。空中でしか戦えないとはいうものの、地上相手の、地上のメカ相手でも空中から一方的に仕留めること自体はできるし、宇宙空間も行けるし、水中はちょっとしんどいかもしれないけど、水中に潜ってしまった敵とかに対しては厳しいところはあるかもしれないけど、ただ水中の敵に対しても割と一方的に空中から攻撃をするっていうことも
やろうと思えばできるので、だからね、おかしいと思います。登場者もチートだけど、多分巨大メカとしても、かなりチート級に強いのではないでしょうか。ただ、走行が脆い、体力がね、かなり低いので、走行の脆さという弱点はあるのかなっていう気はしますが、衛星距離からの射撃とか怖すぎる。このインパクトだけなんか性能面ぶっ壊れてるので、おかしいんだよな。喜んで作った八重インパクトに比べると、サスケインパクトの気合の入れよう、すごいと思うんですよ。当たれよし、OK です。八重ちゃん、中2であったかってなった、シャイニングヘブンね。とはいえ、割と序盤からバズーカ使う子だし、ドーナツ作り趣味だし、西洋好きは今に始まったことではないかもね。そうなんですよね。そのバズーカ、バズーカに関しては、帯番からの移植かもしれませんが、そうなんだよな。バズーカ設定は帯番の移植っぽい感じはあるんだよな。最初にバズーカ使ったのって、雪姫救出絵巻、コミカライズ版の雪姫救出絵巻なんですが、原作の方ではバズーカを使わず、鍵をなんかカチャカチャやって勝手に開けたりとかしてたので、外伝の時もそんなに爆発物を使うタイプの子じゃなかったから、とはいえバズーカを使ったり、あんドーナツ作りが趣味、クロワッサン作りも極めてっていうのを考えると、で今回シャイニングヘブンという技も使っているので、こっちの方に憧れであったりとか、八重の方が年上っぽいような描かれ方したりもするけど、なんか性格的には年下っぽい感じのところもあったりするから、ミーハーなところとかももしかしたら彼女にはあるのかもしれないね。新しいもの好きであったりとか、西洋のあれやこれやへの憧れとかは、もしかしたら強いのかもしれない。アニ声とか見てると、八重ちゃんってなかなかミーハーだと、アニ声だと、恵比寿丸と八重が結構、恵比寿丸も人間界のあれやこれやに馴染むの早かったけど、忍者はその辺やっぱり柔軟性が高いのか、それとも新しいことへの興味が強いのか。恵比寿丸と八重は人間界に馴染むの早かったからな、二人とも。八重インパクトに関しては、顔面が怖えと、サスケインパクトに対しても顔面が怖えという感想はいろいろあるんですが、サスケインパクトの顔面がね、怖いのは、そもそも戦闘機だから、もう怖い顔して当たり前じゃないか、みたいな。ノーズアートといえばね、シャークマースが一般的なので、サスケの方は、サスケの顔面が怖えのは、ちゃんと理由はしっかりあるんですけれども、ヤーインパクトの顔面が怖いとは言われてるが、なぜかミスインパクトの顔面に対しての批判の声がないのが私はとても不満なのですが、なぜヤーインパクトのこの顔はダメでミスインパクトのあの顔は OK なんでしょうか。あれおみっちゃんなのになぜあれを許すんでしょうか。ねえ、ヤーインパクトを批判している人はミスインパクトの批判なぜしないのでしょうか。非常にそこが引っかかるのですが、どういうことでしょうか。八重インパクトの顔面はこれで正解だとは思うんだよな。そもそもモノ CGG が作ってるっていうことを等も考えると、目がガン決まりというか、目がすごいインパクトある、強調されてるデザインっていうのは正解だと思うんですよね。この顔面、これくらいの出来だからこそインパクトであってさ、可愛くしたらインパクトじゃないと思うんですよ。デッチもそうだけど、なんでこんなに退散しておいてなんで生きてるんだろう。言うても五右衛門さんもピンピンはしないわ。五右衛門さんだけやたらなんかダメージ受けてるんだよな。脱出装置とか使ったのかな。っていうか、五右衛門インパクトってさ、脱出装置とかないのかな。インパクトが意思を持っている以上、五右衛門が緊急脱出、あえて使わないとかしてるのかもしれないけど、五右衛門インパクトの意思で、五右衛門をさっさと脱出させようとか、できなかったものなのかな。あそこまで五右衛門本人にダメージ、どういう怪我をしていたのかは、作中はっきりしていませんが、脱出させることってできなかったんだろうか。コミカライズ版では緊急脱出あったような、なかったような、コミカライズ版はね、インパクトが首だけで飛べるっていうことができたんですよね。どうだろう、脱出装置といえば脱出装置なのか。で、あとは、アニメ版でインパクトがコックピットだけ、インパクトのドタマを開いて、コックピットだけを射出するということができたんですよ。それはね、インパクト自身の意思でやることが可能で、五右衛門が緊急脱出のボタンを押したりとかせずに、
使うことができたんですよね。昔、サスケと八重の顔面あんなにいろいろ言われてるのになんでこの子の恵比寿丸の顔面も何にも言われないんだろう。ね、おかしくない？サスケと八重の顔面より恵比寿丸インパクトの顔面の方が問題あると思うんだけど。ねえ、なんで恵比寿丸インパクトの否定の言葉はないの？開眼してる上にお口半開きというかポカーンとお口開けたお顔してるのにさ、なぜそれは許されて、ヤーインパクトの顔面とかは批判されるんだ。なぜだ？恵比寿丸だからいいと思っているのか。いやでも恵比寿丸インパクトこれはこれで。アブラディッシュ怪しげは乙女チックとファンタスティックと比べると動きが遅いので、しかも、地上戦ということでかなりね戦いやすい相手です。ただファンタスティックと乙女チックと比べると体力がだいぶ高いので長期戦になりがちではあります。ちなみに、恵比寿丸インパクトというのは、怪しい一家の発売よりはるか昔に、コミカライズ版ですね、帯広先生によるコミカライズ版、頑張れ五右衛門2、キテレス将軍マッキネスにて、オリジナルとして、恵比寿丸インパクトというのが登場したことはあります。その時とは、だいぶデザイン性とかは、コンセプトとしては似てるかなっていうところはあるんですけれども、ここがキャタピラ式だったのに対してこっちが4つのタイヤであったりとかいろいろ違いはあるんですが、向こうもこちらも海岸状態の恵比寿丸だったりとかなんか謎の共通点はあったりするんですよね。いずれも貴重品、凄まじい人手が何がどう貴重なのかもよくわかんないけど、何が凄まじいのかもよくわかんないんだけど、とりあえずこれが薬の材料になってるので、つまりこれからこれらを使って薬を調合してもらい、このなんか本当に体内に取り込んでいいのかわからないものを五右衛門さんの体内にぶち込みます。ぶち込んで大丈夫かなこれ。これ本当に人間にぶち込んでいい代物なんだよな。いやいいか。五右衛門だしな。五右衛門だから大丈夫だろ。大丈夫。毒まんじゅうとか食ってきた男だ。胃は強いはずだ。石炭を砕いた音かな。すまん、失敗した。もう一度材料を取りに行ってくれんか。このドラえもんの尻尾みたいな周り引っこ抜いてやろうか貴様。はあ、徹子がいる。徹子の部屋やだ。徹子ちょっと触ってみる？近くで霧かましてみる？痛いというように打ち上げてよいしょ。打ち上げてもうそのドタマが落ちてきたら五右衛門にダメージが入ってしまいますので、怪しい隊ちょっと邪魔。よっと痛い。徹子がいるよ。こっちがでもここが巻物か。徹子さんですよね。痛い。やめてよ。待って。突進撃。あんよ素敵ですね。よし。普通のコマンドの出し方すら理解してなかった時に適当に敵を殴ってたら出たことあったけど、コマンドは偶発発展してたんじゃなくてコンビネーションだった可能性あるな。そうですね。この五右衛門のコンビネーションは三角3回押した後に四角2回であったりとか、比較的単純なもので、突進撃なんか特に単純なコマンドで出せるので、もしかしたら連続で攻撃してた時に出たっていうんだったらコンビネーションが勝手に出たのかもしれないですね。堀田くんというのは外伝2で初登場し、その後五右衛門2マッキネス、ネオ桃山幕府の踊りとゲスト出演しているキャラクターですね。外伝2ではプレイヤブルキャラとして序列3位のキャラクターとして五右衛門恵比寿丸と同行していたんですけれども、それ以降はね、基本的にプレイヤブルキャラではなくゲスト出演という形で、ステージギミックであったり移動、転送装置、ツーリストの代わり的な感じの役割であったりとか、いろんな形で登場しているキャラクターですね。竜神といえば雪姫に出てくる竜のイメージ。
そう、五右衛門シリーズは、この小龍太くん以外に、龍というのが、雪姫救出巻の出雲にいた白鏡様や、その白鏡様に仕える白龍であったり、あとは、天狗党の逆襲に龍之介という龍に変身できる少年がいたりもするんですが、いずれも多分龍神っぽいような感じのビジュアルというか設定的な感じで登場はしているのですが、そのキャラクターと小龍太くんに何かしらの関係性があるのかどうかというのもはっきりしておりません。何もかもが謎なんですよ。この世界、もののけとかね、神様とか当たり前のようにいる世界ではあるんですけれども、コミカライズ版でも龍神についての深掘りというのは特にされませんでしたので、だからね、謎なんだよな。熱々の溶岩が流れてて、ちょっとやそっとじゃ渡れないわよ。高げたがあれば大丈夫かな。熱いのか。サスケならいけるかな。ちょっと待て。サスケを何だと思ってるんだ、お前たち。マグマぞ。でも、熱々の溶岩は大丈夫でござる。拙者は熱いのは大好きでござる。大好きとかそういう問題じゃないのよ。マグマぞ。よく考えろ。マグマだっつってんの。サスケがね、何でできているのかってシリーズ通して明かされてないんですけれども、だからとりあえずマグマ程度だと、なんともない何かしらの素材でできているらしいです。なんか溶岩に耐えれるような素材で、なぜこんな神耐久なんだ。それもそうだな。なんでこんな耐久力ないの。だいぶ薄い金属になってんのかな。装甲だいぶ薄いのかな。で、インパクトが超合金って歌詞もバカにならなくなってきたな。そうなんですよね。そのインパクトは、講談社の本ではあるんですけれども、大部分がヒノキでできているという設定自体はあったものの、それが内部的なものがヒノキでできているという解釈をするのであれば、外側とか、でも桃山の歌のね、歌詞というか、映像を見る限り、全部金属じゃないかっていう、合金なんじゃないかっていうような感じではあるんだけど、ヒノキっていうのは講談社が勝手に言ってるだけで、公式的にはやっぱりインパクト含め、巨大メカというのは超合金製なのかも。そう考えるのが一番自然なのかな、やっぱり。任せといて。階段を開けるだって？ここはお前たちが来るところじゃないんだ。と言っても素直に帰りそうもないな。いいだろう。上に登るにふさわしいか。お前たちの勇気をオイラに見せてみろ。お前たちの勇気。風の子たちを勇気と覚悟を見せてもらったとかなんかそんなことを言うてる人がこの後登場するんだよな。いやー、オロチくんかっこよかったよな。南海大帝ってやっぱロマンだよな。ということで、白虎との戦闘となります。なんか見覚えのあるデザインをしているキャラクターではありますが、時系列的というか発売順的にはこちらの方が先に登場しているキャラクターではあるんですが、暴言時代活歴五右衛門プレステ2で発売された五右衛門の外伝作みたいなものなんですが、そちらで五右衛門の相棒を務めたコトラ、この子がこの白虎のデザインをほぼそのまま流用しているような感じのキャラクターとなっています。白虎は五右衛門のパートナーとしてぴったりですね。そう。やっぱりね、五右衛門って公式のイメージ的には風属性なのかな。今回の白虎も風属性なんですが、約束だったな。上に登っていいぜ。お前たちの勇気、確かに見せてもらった。あばよ。喋って可愛いな。コトラは結局喋らなかったからな。コトラが喋るまで五右衛門くんは生きてることができるのだろうか。コトラってあと何年ぐらいで喋り出すんだろうな。精霊の成長ってよくわかんないから。うわ、すっげえ。負けた。何が？おえー。大きいでんな。何が？なんと、こんなところまで、どんなところまで？
なぜ無言？なぜ無言だやい？どうしたやい？どうした？何が？なんだい？なんだいやい？なんで無言になってるんだい？なんか言ってやれ。問題の接像。何を、野郎どもは何に対して言うてるんですかね、これは。これはもう、インパクトのことでいいってことだよね。あっちにはインパクトの接像があったけど、こっちにはさ、別のインパクトがしっかり作られてるっていうことでいいんだよね。そういうことでいいんだよね、きっと。ね。ね、ね、ね。勝てねえって、タヌキには。無理だって。無理無理。よっぽど自信あったんだろうな、ゴエモさん。まあ、自信ありそうな気はする。とりあえず食うのは好きだ。トロなんか大好物だぜ。ということで、ゴエモンさんはトロがお好きと。実際の江戸時代ではトロというのはかなりのジャンクフードで、安い質の悪い魚ではあったんですが、この世界はね、冷凍技術等もあるので、それでゴエモンさんトロが大好きなんだよっていう感じなのかな。ジャンクフード的なトロではなくて、多分高級なトロのことを言うてるんだとは思うんですが、ハモもうまいでんな。エビスちゃんはハモが好きと。エビちゃんはハモが好きって言うてたね。そうでんな。ハモなんかうまいでんな。いやいや、やっぱトロだぜ。トロ押すね、ゴエモンさん。食うのは好き。列車は魚は食べられないでござる。ということなんですが、サテおにぎりとか食ってるじゃねえかっていう気もするけど、実際ね、ゲーム的にサテおにぎりとか食ってるけど、さすが本当に有機物、食事ですね。それを必要としているのかどうかっていうのは、設定的には明らかになっていないっていうのもありますし、ただね、OVA 作品、地球救出大作戦では、焼き魚がサスケの食卓に出てるっていうのがあったので、一応焼いたら食えるのかな。生がダメっていう感じなのかもしれない。ただ、もののけ道中の設定ってやたら、そのからくり人形、ロボットであることを強調していたので、そもそも有機物を食べる必要がないっていう解釈にしているのかなっていう気もしないでもないんだが。かわいそうだな、トロが食えねえなんていいんだよ。好き嫌いに対してかわいそうとか言うんじゃない。間違ってもゴエモさん、アレルギーで物食えないっていう人にかわいそうだなとか言うなよ。ダメだよ、言ったらそういうこと。食べるのは好きですよ。そうね。鮎の塩焼きとか美味しいわよね。鮎ですか。いや、トロ押すね、君は。全員のところにトロを押してくるな、お前。そんなにトロ好きか。そうか、そうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また遊びに来てくださいね。では、失礼いたします。